空気を読めない、エキセントリックな女子高生の愛美が、愚直に恋をしてキリオくんを思う姿が、愛おしくて仕方ない。どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回は、キリオファンクラブを最終回まで見て、ボロ泣きしたから取り上げるよ。島岡は、本当に涙腺ゆるいね。もともとゆるいのに、号泣しすぎて鼻水もすごかったよ。最初は推しのキリオくんを絶賛する愛美とナミの会話劇の作品で、キリオくんは二人の共通項で象徴だと思っていたんだ。キリオくんの顔、見えなかったもんね。そうなんだ。他のキャラはちゃんと顔が描写されているのに、キリオくんだけモブっぽく目が描写されていない。ところが、すぐにキリオくんと直接話すし、どんどん距離が近づいて普通の恋愛作品みたいなことになって、ちょっと驚いた。島岡、恋愛系苦手だけど、大丈夫だったの？全然大丈夫だよ。これだけギャグに寄せていると、恋愛作品と思えない。あはは。さらに、真面目な空気になることもあって驚いたのだけど、愛美は変わらず変な顔するし行動も変だ。だから基本はギャグ作品。意地悪な言い方をすると、恋愛要素が強まるとギャグに逃げて空気を緩めているんだなと思っていた。でも違ったんだ。愛美にとっては、ギャグみたいな顔や行動が日常なんだ。愛美が真剣に反応してる姿が、客観的に見ると面白く、時にはふざけているように見えてしまう。それが愛美の個性であり、人生を生きづらくしてきたポイントなんじゃないかと思う。どういうこと？愛美は、特別面白いことや奇妙なことをしている自覚はないと思うんだ。あれが素だから。一般的にはかなり浮いているが、本人は気がついていないし、気にしていない。しかし、周囲はそれをかわいそうと思ったり、不適合と感じて修正しようとする者もいる。かわいそうだね。いや、かわいそくない。すご。修正されそうになって、息苦しさを感じていた時はかわいそうだったが、周囲が諦めて放置するようになったら、気にせず我が道を進み、すくすく育っていったから。強いね。ああ、この鈍感さはある意味見習いたいくらいだ。そんな愛美は高校になってナミと出会う。愛美の気候を気にしないどころか、共感して一緒に行動してくれる。なんたる稀有な存在。周波数が合う人間と友人になれるのは、かなり幸運だ。愛美は性質ゆえにその幸運に長いこと気がついていなかった。終盤になって、やっと、自分がキリオくんと付き合うと、ナミとの関係が終わる可能性に気がつく。ナミがいないこれからを想像して、そしてそれが寂しいと感じるんだ。最初に気がつかない？普通。愛美は普通じゃないから。あ、そうだった。一方、ナミはナミで、友達の自分への陰口を聞いてしまい、人の裏表に怖さを感じていた。そんな矢先、裏表がない。というか裏なんて作ることができない愛美に優しくされて惹かれる。ナミの感情は、最初から愛美より、大きく、湿度高めだった。そうは言っても、あの愛美に話を合わせて、突飛な妄想やアイディアが出る時点で、実際はナミも結構変わり者だったんだと思う。あはは、確かに。思われ人のキリオくんの方は、早くから問題を抱えていることが明かされていた。親友から笑顔でいてほしいと願われたが、親友がいない世界で笑顔で居続けることが辛く、楽しいことがあっても楽しむことに罪悪感を抱いてしまう。結構重症だね。そうなんだ、キリオはいいやつなんだ。真面目で情に熱いから苦しんでいた。この作品に嫌な奴は出てこないんだ。気流の友人の百瀬も、呪物オタクのマンダも、愛美と波を陰ながら応援する後輩のセイラも、みんないい奴らなんだ。嫌なのは陰口言ってた波の友達くらいだね。だな。このマンダというキャラ、実は好感度が急上昇した。そうなの？最初は愛美の無理難題に振り回される被害者ポジションでありつつ、ひねくれて他人を妬んでばかりいたので、好感度は高くないキャラだった。ぼっちの陰キャが、女子二人と頻繁に話せて美味しい立場ではと思っていたが、マンダは常に二人を見れば嫌な顔をしていた。けれど、修学旅行でマンダがキリオに、二人と関われたことで、学校生活が楽しくなったことを明かすんだ。そして、二人のために何かしてあげたいという気持ちになっていることが、視聴者にも分かったんだ。ここはほっこりしたな。最初の態度を考えると感慨深いね。本当にそうなんだ。最終回でも彼なりの方法で、頑張って二人を応援していたんだ。旗から見れば奇妙な姿なのだが、人知れず彼なりに全力を出して応援する姿に、ほろりときた。奇妙であればあるほど、真剣なのがわかるから、笑ってしまうけれど、切なくなって、応援したくなるんだ。この作品は二人だけじゃなくて、どのキャラも奇妙で、そして頑張る姿が愛おしいんだ。1クールで綺麗に終わって、最後には温かい気持ちで見終えることができた。満足度が高かったんだね。そうだ。最後まで残った疑問があるんだ。何？なんでキリオくんの顔が描写されないのかだ。最後までモブ顔のままなの？そう。何かのタイミングで顔がはっきりすると思ったんだが、なかった。普段会話するようになっても目がないままだ。不思議だね。しょうがないから無理やり理由を考えてみた。聞かせて聞かせて。
最初は、キリオくんは二人の手の届かない天井人だから、象徴化されて顔が描写されていないと思っていた。それは違ったよね。そうなんだけど、もしかしたらキリオくんは、この後の二人にとって、青春時代の象徴になったんじゃないかな。青春時代の象徴。愛美とナミは、これからも人生を通して関わり続けていって、その二人の青春の象徴がキリオくんなんだ。だから子としての顔は、必要なかったのかもしれない。なるほど、それっぽいね。他のクラスメイトやモブの顔がはっきりしてるのはどうなんだろうかと思ったが、それこそキリオくんは特別だから。あはは、確かに。そんなわけでアニメ、キリオファンクラブを最終回まで見た感想は終わりだ。オープニングとエンディング含めて最初からお気に入りの作品だったし、最後まで満足できたのでおすすめ作品だ。それでは、また次回。またねー。